川端康成は、20世紀における日本文学を代表する作家の一人として、その繊細で叙情的な筆致を通じて、日本の伝統的な美意識を世界に広く知らしめた人物である。彼の作品は単なる物語の枠を超え、物の哀れ、無常感、全的な静寂といった日本独自の美的感覚を深く内包しており、読者に静かなる衝撃を与える。特に1968年にノーベル文学賞を受賞したことは、日本の近代文学が国際的にもその価値を認められた重要な転換点となった。ノーベル委員会は、川端の作品が、卓越した感覚によって、日本の神性を豊かに表現していると評し、その叙情性と精神性の高さを称えた。この受賞は、戦後日本の文化復興の象徴としても大きな意味を持ち、西洋中心の文学界に日本的な余白の美がどのように受け入れられるかを示す契機となった。川端の文学は、表面的には静筆で控えめな語り口ながら、その奥に潜む人間の孤独、愛、死への意識が極めて鋭く、読者の心にじわじわと浸透していく。彼の代表作雪国は、こうした美意識を集約した作品として特に高い評価を受けている。1935年から1948年にかけて雑誌に連載され、戦後の1948年に単行本として刊行されたこの小説は、東京から北陸地方の雪深い温泉郷を舞台に、都会の没落した知識人である島村と、現地の芸者である駒子、そして病弱な少女陽子の3人の人物の関係を通して、美と虚構、現実と幻想の境界を曖昧に描き出す。雪国では、雪の降り続く静寂な風景が単なる自然描写にとどまらず、登場人物たちの内面の孤独や、人間関係の儚さを象徴する重要なモチーフとして機能している。川端は、風景と心理の一体化を極限まで推し進め、例えば、銀世界という言葉を通じて、すべてが雪に覆われた世界の白と静けさが、島村の精神的な疎外感や無力感と柔なり合うように描写する。このような描写は、日本伝統のわびさびや幽玄といった美意識と深く結びついており、美的体験が必ずしも快楽ではなく、喪失や消滅の淵から生まれることを示している。さらに、雪国の出だしの国へ列車が入り込んだ時、彼は雪国の山々が真っ白に覆われているのを見たという有名な一文は、後に多くの研究者によって分析され、物語全体のトーンを決定づける重要な鍵とされている。この一行には、視覚的イメージだけでなく、時間の流れの緩やかさ、人間の存在の微細さ、自然に対する無力感が凝縮されており、読者を一瞬にして物語の世界へと引き込む。また、川端は、感覚の先に思想があると述べており、彼の文学はまず感覚的な描写から入り、それによって徐々に哲学的なテーマへと導かれる構造を持っている。この点において、彼は単なる心理主義的小説家ではなく、日本的な感性の本質を言語化しようとした、美的思想家とも言える。雪国においても、駒子の情熱的な生きようと、島村のその感情に対しての距離を保つ冷徹な視線との対比が、伝統と近代、情と理、生と死のテーマを立体的に浮かび上がらせている。川端康成のもう一つの代表作である、千羽鶴は、戦後の1949年から1951年にかけて発表された短編連作であり、茶道という日本の伝統的な文化を媒介として、人間の欲望、在意識、そして救済の可能性を深く探求している。物語は、主人公の菊次が亡き父の茶会に招かれた女性たちと再会し、その複雑な人間関係に巻き込まれていく過程を描いている。ここでは、茶器や服さ、茶室の配置といった細部に至るまで、茶道の儀礼的な美が緻密に描写され、それらが単なる文化的背景ではなく、登場人物たちの心理状態や道徳的ジレンマを映し出す鏡の役割を果たす。例えば、篠陶器の篠の茶碗は、温かみのある質感と、その表面に現れる不規則な釉薬の流れが、人間の感情の複雑さや、完全な美の不可能性を象徴していると解釈されている。川端は、こうした不完全さの中にこそ、真の美や人間らしさが宿ると考えていた。物語の中核をなすのは、菊次と太田夫人、そしてその娘文子との三角関係であり、ここには父の過去の不倫という重い遺産が現在に影響を及ぼす、罪の継承というテーマが潜んでいる。太田夫人は、菊次の父との関係に深い後悔を抱えながらも、その感情が菊次へと移行していく過程で、愛と罪の境界が曖昧になる。彼女の自殺は、このモラル的な葛藤の頂点であり、同時に、伝統的な形式の中では解決できない人間の内面の混乱を象徴している。文子は、母とは対照的に、清らかで抑制的な存在として描かれ、
最後には菊寺に、千羽鶴の帛紗を送ることで、過去の汚れから距離を置こうとする意思を示す。この帛紗には、千羽の鶴が刺繍されており、日本の民間信仰において鶴が長寿や純潔の象徴とされる点から、文子の清めの行為として解釈される。千羽鶴は、単なる恋愛小説ではなく、戦後の日本社会における伝統と現代の断絶、あるいはその修復の難しさを象徴的に描いた作品でもある。茶道という、芸と作法の世界は、人間の感情の乱雑さを抑制しようとする文明の営みであるが、川端はその中に潜む抑圧や偽善、そしてそれでも直美を求めようとする人間の営みの尊さを、冷静な目で見つめている。この作品は後に、山椒王と共に、鈴千羽鶴として拡張され、さらに人間の内面の暗部を掘り下げることで、川端文学の真相がさらに明らかになった。また、千羽鶴は、日本の伝統文化をテーマにした文学作品の中でも特に高い芸術性を持ち、海外でも広く翻訳、研究され、川端の国際的評価を高める要因の一つとなった。ことは、川端康成が1962年に発表した長編小説であり、京都ということの風景と、双子の姉妹である千恵子と光子の運命を通して、現代化が進む中での日本の伝統文化の危機と、それに伴う人間の孤独を描いている。物語は、祇園祭や葵祭といった実在の祭礼や、西陣織、木のお店、長花の景観など、京都の文化的風土を細部まで再現することで、読者に臨場感のある体験を提供する。千恵子は商家に育てられた娘で、物質的には恵まれているが、自分が捨て子であるという事実から、深い孤独感に苛まれている。一方、光子は北山の杉林で働く貧しい女性として育ち、自然と共に生きる清らかな存在として描かれる。この二人の対比は、都市と自然、文明と素朴、贅沢と製品という二項対立を象徴しており、川端はその間で揺れる現代人のアイデンティティを問いかけている。特に、千恵子が春になると紫花木、紫の罠木の下で自分の存在の儚さを感じる場面は、物の哀れの典型的な表現としてしばしば引用される。彼女は、花が美しいほどに、その散りゆく運命が際立ち、自分の人生にも同じような無常が宿っていると感じる。この感覚は、日本の古典文学、特に源氏物語に通じる美的感性であり、川端はそれを近代の女性の内面に巧みに投影している。また、千恵子と光子が出会っても、社会的身分の違いや周囲の目があるため、姉妹としての絆を、オープンに表現できない点も、伝統と近代の間に挟まれた個人の悲哀を象徴している。物語の結末は、明確な解決を提示せず、むしろ二人の別れと、千恵子の結婚という現実の選択によって、和解ではなく、需要の姿を描いている。ことは、川端が、日本の美を守りたいという強い意志を持って書かれた作品であり、ノーベル賞受賞後の代表作としてその文学的到達点を示している。彼は京都の街並みや季節の移ろいを通じて、時間の流れそのものが美であるという日本的な時間感を表現しており、西洋的な直線的時間とは一線を画す。この作品は、文化遺産の保存や伝統工芸の衰退といった、現代社会が直面する問題にも静かに警鐘を鳴らしている。川端は、言葉の暴力や劇的な展開ではなく、風景と感情の同調を通じて、読者に深い共感を促す。ことは、単なる教習文学ではなく、急速に変化する社会の中で、人は何を失い、何を守るべきかを問う、哲学的な深みを持つ作品なのである。川端康成の文学に貫かれているのは、仏教的な無常観と、禅的な静寂の思想である。彼は、すべてのものは移ろい、永遠に続くものはない、という仏教の基本的な教えを、文学的感性で繊細に表現しており、登場人物たちの感情や関係性、自然の描写すべてにその思想が浸透している。例えば、雪国における雪の描写は、美しさの中に消滅の予感をはらんでおり、駒子の踊りも、誰にも見られず、記録されないまま消えていく儚さが強調される。このような描写は、平家物語の、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きありに通じる日本の伝統的な無常味を、近代の文芸形式で再構築したと評される。川端は、美が完成した瞬間ではなく、崩れゆく過程にこそ宿ると考え、その瞬間を鋭い感覚で捉えようとした。また、彼の作品には、物の哀れという概念が深く根ざしている。これは、一見しただけでは悲しいことでもない出来事に対して、その背後にある人間の感情や時間の流れに思いを馳せ、静かに共感する感性を指す。
ことの千恵子が紫花木の花を見て涙するのも、千羽鶴の菊次が茶碗の日々に過去の因縁を感じ取るのも、まさにこの、物の哀れの実践である。川端は、こうした感性を、日本人の心の底流に流れているもの、と位置づけ、それを文学を通じて現代人に呼び覚ました。彼の文体は、形容詞を多用せず、むしろ名詞と動詞の連なりによって、情景を淡々と描写する傾向があるが、その中に深い感情が潜んでいる点が特徴的である。さらに、川端は自らを、無思想と称しながらも、禅の影響を強く受けていた。禅は言語を超えた体験を重視するが、川端はその、沈黙の深淵を、言葉の隙間に表現しようとした。例えば、物語の終盤で重要な出来事が語られず、沈黙のまま終わることも多々ある。雪国の終わりに陽子が死ぬ場面も、直接的な描写は控えられ、火事の光の中で島村が星空を見上げるという象徴的な描写に収束する。この手法は、読者に解釈を言葉を超えた体験を促すものであり、禅の、不流文人の精神に通じる。川端康成の文学は、このような多重まとな思想的背景の上に成り立っており、それゆえに国際的にも深く読み解かれるのである。彼の死後、その作品は日本の文化遺産として継続的に研究され、現代の作家たちにも大きな影響を与え続けている。川端康成、川端康成は、日本の近代文学を代表する作家の一人であり、1968年に日本人として初めてノーベル文学賞を受賞した人物として国際的にもその名を知られている。彼の作品は、日本の伝統的な美意識である、物の哀れ、物の哀れや、無常感、さらには禅の思想が深く浸透しており、自然描写と人物の内面との調和を通じて、静筆でありながらも深い感情の波を読者に伝える。川端の文学は、単なる小説の枠を超えて、日本文化の精神性と美的感覚を象徴するものとされている。彼の代表作雪国千羽鶴ことは、いずれもこれらの美意識を体現した作品として高く評価されており、特にノーベル賞選考委員会は、これらの作品における、叙情的で豊かな表現によって日本の心を繊細に描き出した功績を称賛した。雪国は、1935年から1948年にかけて雑誌に連載され、完成までに13年の歳月を要した作品であり、川端文学の集大成とも言える。物語は、東京から雪深い信濃の山あいにある温泉郷を訪れる文学者、島村と、現地で芸者を営む女性、駒子、そして彼女とは対照的な存在である陽子との間に繰り広げられる三角関係を軸に展開される。しかし、この物語の核心は人間関係のドラマではなく、風景と感情の融合、時間の流れと存在の儚さ、そして美と死の隣接性にある。雪に閉ざされた世界は、一種の象徴的空間として機能し、外界との隔絶感、孤独、そして正常さを同時に内包する。川端は、雪の静けさの中に人間の存在の無意味さと、それでもなお美しさを求める心の葛藤を描き出す。駒子の情熱的な生きようは、その儚さゆえに美しく、陽子の透明感のある存在は、現実から浮遊したような幻影として記憶に残る。物語の終盤における火事の場面では、陽子の死が暗示されるが、その描写は直接的ではなく、火の光に照らされた彼女の顔が、美しい昆虫のようだったという比喩に凝縮されている。この瞬間、美と死が不可分であることが象徴的に示される。川端の文体は、極めて洗練されており、余分な修飾を排した簡潔さの中に深い意味を宿している。彼は短い文、断片的な描写、そして詩的なリズムを用いることで、読者の想像力を刺激する。例えば、国境の長いトンネルを抜けると雪国であった、という冒頭の一文は、単なる地理的移動の記述ではなく、読者を現実から非現実へ、日常から異界へと導く文学的通過儀礼として機能している。このような表現の背後には、日本の伝統文学である、源氏物語や枕草子に通じる叙情性と、俳句に見られる、余白の美学が息づいている。川端は、言葉で全てを説明することを避け、むしろ、言葉の隙間に意味を託すことで、読者に作品の世界を共同で再構築させる。このようなスタイルは、日本の美学における、の概念と深く結びついており、満ちることのない空白の中にこそ真の美が宿るとする思想の表れである。川端康成の文学における、物の哀れとは、単なる感傷や悲しみとは異なる、より根源的な感性の喚起である。この概念は、古くは源氏物語にまで遡り、自然の移ろい、人の別れ、季節の変化といった一時的な美しさに心を寄せ、
その儚さに深い共感を覚えることから生じる。川端は、この伝統的な美意識を現代小説の形で再解釈し、20世紀の日本における人間の孤独と疎外を、日本の精神性の枠組みの中で語った。彼の作品に登場する登場人物たちは、大抵、社会から少し外れた場所に位置しており、都市文明とは距離を置いた、あるいは追い出された存在として描かれる。彼らは、自分の感情を言語化しきれないまま、静かに美しさに身をいね、あるいは破滅に向かって歩んでいく。センバズルーは、このようなテーマを特に露骨に表現した作品である。この小説は、茶道という伝統的な文化空間を舞台に、亡き死の妻である太田夫人、その娘、文子、そして主人公の菊次の間に生じる複雑な感情の絡まりを描く。茶碗一つ、ふくさの色、茶室の香り、これらの細部の描写は、単なる風俗描写ではなく、登場人物の内面の動揺や罪の意識、未練を象徴する。特に、篠焼の篠の茶碗は、太田夫人の肉体性と記憶の象徴として反復され、菊次がそれを受け取ることで、彼は自らの道徳的無自覚さと対峙せざるを得なくなる。茶道の儀礼的な美しさと、その裏に隠された人間の欲望や過ちの対比が、小説の緊張感を生み出している。川端は、伝統の形骸化ではなく、伝統の中に生きる人間の弱さと美しさの両面を、繊細な筆致で浮かび上がらせる。また、千羽鶴には、色使いに関する象徴も重要な役割を果たす。例えば、太田夫人が身につけていた、桃色のネクタイは、生の情熱と罪の意識を同時に表しており、文子が後年、それを手放す場面は、過去の因縁からの解放を暗示している。しかし、その解放も完全ではなく、文子の存在はどこか有限で、現実から離れた影のように描かれる。このように、川端の人物は、完全に救済されることなく、美しさと悲しみの狭間で漂うことが多い。彼らは、浄化されるのではなく、受け入れることで、物語の終焉を迎える。これは、仏教的な無常観、すべてのものは移ろい、永遠の安住はないと深く結びついている。川端は、救いのない世界にこそ、真の美が宿るとする思想を、静かに、しかし力強く提示する。さらに、千羽鶴は続編として、波千鳥が執筆されており、菊次と文子のその後の関係を描く。しかし、ここで描かれるのは幸福な結末ではなく、再び新たな人間関係のねじれと、伝統の重みに圧倒される個人の姿である。川端にとって、伝統は安住の場ではなく、むしろ人間を試す試練の場なのであり、その中でいかに、恥や財を背負いながらも、美しさを保つかが問われる。このようなテーマは、戦後の日本という、伝統と近代化が衝突する時代背景とも呼応している。川端は、文明の進展の中で失われつつある日本の真を文学という形で記録しようとしたのであり、その努力がノーベル賞受賞という国際的な評価につながったのである。ことは、1962年に発表された川端の代表作の一つであり、京都を舞台にした双子の姉妹、千恵子と光子の再会と別離を描く。この作品は、雪国や千羽鶴と比べてやや明るいトーンで書かれているが、その底流には依然として、無常の意識が静かに流れている。千恵子は商家の娘として育てられ、物質的には豊かな生活を送っているが、自分の出自の謎に対して深い孤独を感じている。一方、光子は山里で働く妹であり、質素な暮らしの中に純粋さと強さを兼ね備えている。二人の対照的な人生は、自然と文化、都市と田舎、贅沢と素朴といった日本の二重性を象徴している。川端は、京都の四季の移ろい、春の桜、夏の祇園祭り、秋の紅葉、冬の雪を細やかに描写することで、時間の経過と人生の節目を重ね合わせる。特に、千恵子が毎年訪れる、北山の杉林や、二人が出会う、平安神宮の桜は、記憶と喪失、再生の象徴として機能する。この作品には、日本の伝統工芸である西陣織や、祭りの風習、着物の模様といった文化的要素が数多く登場するが、これらは単なる背景描写ではなく、登場人物の感情や運命と密接に結びついている。例えば、千恵子が店で扱う着物の藤の模様は、彼女の内面の優しさと儚さを暗示している。また、祇園祭りの宵山の場面では、喧騒の中を歩む千恵子の孤独が、祭りの華やかさと対照的に描かれる。このような描写は、日本の物のあはれの本質、美しさの中に潜む寂しさ、喜びの裏側にある悲哀を体現している。川端は、
都市化が進む中で失われつつある伝統的な生活様式を、静かに、しかし確実に記録しようとしている。また、ことは双子の設定を通じて、自我の分離と、同一性の探求という哲学的なテーマにも触れている。千恵子と光子は、同じ血を分けているにもかかわらず、全く異なる環境で育ったために、価値観や生き方が大きく異なる。しかし、二人が互いに惹かれ合い、短い時間ではあるが心を通わせる瞬間は、人間の根源的なつながりの可能性を示唆している。特に、光子が千恵子に、あなたは私の分身です、と語る場面は、自己の一部を失った者が、他者の中に自分を見出すという深い心理の機微を捉えている。しかし、二人の関係は、社会的な制約や運命によって結ばれることがなく、物語の終盤で再び別れを迎える。この結末は、川端が、完全な再会や、幸福な統合を描くことを避け、むしろ、別れの中にある美を重視していることを示している。川端康成の文学は、このような形で、個人の感情と日本の文化的伝統、自然の循環と人間の運命を一つの織物のように織りなしている。彼の作品は、西洋的な因果関係やドラマティックな展開ではなく、情景と感情の共鳴によって読者の心に響く。それは、禅の悟りにも通じる、言語を超えた体験に近い。彼がノーベル賞受賞時に述べた、美しい日本の私、という講演は、こうした文学的実践の哲学的基盤を明らかにしている。そこでは、道元禅師や昭恵上人の思想が引用され、自然との一体感、無我の境地、そして美を通じた精神的覚醒が語られる。川端にとって、文学とは娯楽でも教訓でもなく、日本の伝統的な精神性を現代に伝えるための儀式的行為であったのである。川端康成の文学が国際的に評価された背景には、戦後の日本が直面していた文化的アイデンティティの問題がある。第二次世界大戦の敗戦後、日本は急速に西洋化、近代化を進め、伝統的な価値観や生活様式が急速に失われていった。その中で、川端は文学を通じて、日本人の心の故郷を再発見しようとした。彼の作品に登場する場所、雪国の温泉郷、京都の街並み、茶室、神社は、単なる舞台設定ではなく、日本の精神性が宿る、聖なる空間として機能している。彼はこれらの空間に、現代人が失いつつある、静けさ内省自然との調和、といった価値を投影した。特に、ノーベル文学賞受賞は、単に個人の業績の称賛にとどまらず、日本の文化そのものが国際的に再評価される契機となった。選考委員会は、川端の作品が、日本の伝統的な美意識を現代的な形で昇華させたと評し、その叙情性と象徴性に高い文学的価値を見出した。これは、当時の世界文学の流れの中では異色であった。1960年代のヨーロッパ文学は、存在主義や構造主義など、理論的、分析的な傾向が強かったが、川端の文学はそれとは正反対の、直感的、感覚的なアプローチをとっていた。それゆえに、彼の受賞は、東洋の美が西洋の文壇に認められた象徴的な出来事とも言える。川端の文体は、翻訳の難しさでも知られている。彼の言葉のニュアンス、季語の持つ文化的背景、余白の美学は、他の言語に移すことで大きく損なわれる。しかし、英訳版スノー。カントリーがエドワード G. サイデンステッカーによって翻訳され、高い評価を受けたことで、川端の文学は欧米の読者にも広く浸透した。この翻訳は、川端の詩的表現を可能な限り忠実に再現しようとする試みであり、日本文学の国際化において画期的な成果とされている。さらに、川端は自身の文学活動を通じて、他の日本作家たちにも大きな影響を与えた。三島由紀夫や谷崎潤一郎とも交流があり、日本の伝統と現代の融合という課題について深く議論した。また、若い世代の作家たちにとっても、川端の文学は、日本らしさをどう表現するかという問いに対する一つの答えとなっている。彼が残した作品群は、単なる文学的遺産ではなく、日本の文化と精神の鏡として、現在に至るまで読み続けられている。彼の死後半世紀以上が経過した今も、川端康成の文学は、静かに、しかし確かに、読者の心に、雪国の風景を映し続けている。川端康成、川端。康成は、20世紀を代表する日本文学の巨匠であり、1968年、日本人として初めてノーベル文学賞を受賞した作家である。彼の作品は、伝統的な日本美意識である、物の哀れ、物のあはれや、無常感を深く内包しており、
その繊細な筆致と静筆な叙情性によって、西洋文学界にも強い印象を与えた。ノーベル文学賞の受賞理由には、優れた感覚による、日本精神の天板的な叙情性という言葉が用いられており、これは川端の文学が単なる物語の枠を超えて、日本文化の本質に迫るものであることを示している。彼の代表作雪国、千羽鶴こと、いずれも日本の風土と神聖を繊細に描写し、人の感情や存在の儚さを静かに浮かび上がらせる。特に雪国は、雪に閉ざされた信州の山村を舞台に、都会の文人である島村と、その地で出会う芸者駒子との、交わることのない心の距離を描く。この小説は、言葉の余白や沈黙の美しさを重視する日本伝統の美学を体現しており、登場人物の会話の間にある、言葉にならないものこそが、物語の真の深さを形成している。川端の文学は、禅の思想や仏教的世界観とも深く結びついている。無常の思想、すなわち、すべてのものは常に変化し、永遠に続くことはないという認識が、彼の作品の基盤を成している。雪国の結末で、銀河と火事の光が十なり合う場面は、美と破滅、生と死の境界が溶け合う瞬間として解釈される。ここには、瞬間の美しさがそのまま消え去ってしまうという、日本古来の一期一会の精神が息づいている。川端は、そのような儚さの中にこそ、人間の心の奥深くに触れる真の美が存在すると考えていた。彼の文体は、詩的でありながら極めて静かで、まるで水墨画のように、余白に意味を持たせる。例えば、駒子の方の紅さは、単なる外見の描写ではなく、彼女の情熱や、その情熱が報われぬ運命に対する象徴として読み取れる。このような描写の背後には、物のあはれという、美しさに心を打たれ、その移ろいゆく様に悲しみを感じる日本の伝統的感情が流れている。さらに、川端の文学における女性像は、常に、非対称的な美の象徴として描かれる。千羽鶴では、茶道を通じて、過去と現在、倫理と欲望の狭間で揺れる人間の心が繊細にえぐられる。この作品では、伝統的な茶器が、死んだ人の記憶や、隠された感情の容器として機能する。例えば、篠の茶碗は、亡き母の面影を宿し、それを用いることが、ある種の禁忌に触れる行為となる。ここには、日本人が物に宿る、気や霊を感じ取る感性が反映されている。茶道という形式の中にも、人間関係の歪みや、時間の重層性が静かに現れる。川端は、こうした形式の中の劇場を、極めて抑制された言葉で描くことで、読者に深い余韻を残す。彼の小説は、表面的には淡々としているが、その奥には、感情の渦が静かに渦巻いている。このような文学的技法は、ノーベル賞選考委員会が高く評価した、日本精神の叙情性として、国際的にも認められた。雪国湯は、川端康成の文学的到達点の一つであり、日本の近代文学における美的完成形とされる。この小説は、1935年から1948年にかけて雑誌に連載され、その後単行本としてまとめられた。舞台は、新雪国の湯煙立つ温泉郷であり、主人公の島村は東京から3度訪れる。彼は写真を正業としているが、実際には、雪国の風景や人々を客観的に記録するよりも、自己の内面の投影としてそれらを捉えている。島村は、都会的な知性と、どこか冷めた目で周囲を見つめる存在であり、それに対して、駒子は情熱的で、すべてを捧げようとする生き方をする。この二つの存在様式の対比が、物語の根本的な緊張を生み出している。駒子は、島村に恋焦がれるが、その思いは、島村の虚無的な世界観によって、どこか受け止めきれないものとなる。彼女のピアノの練習、読書、そして島村への思いは、すべて報われないままに終わる。しかし、その報われなさこそが、物語の美の源泉となっている。川端は、ここで、距離というテーマを極限まで追求している。島村と駒子の間には、地理的な距離だけでなく、社会的、精神的な隔たりも存在する。島村は、駒子の生き方に感動しながらも、それを完全に共有することはしない。彼は、駒子の性の熱を観察対象として扱い、その美しさに酔いしれるが、自らがそれに飛び込むことはない。この態度は、近代人の孤独と、他者への共感の限界を象徴している。一方、陽子というもう一人の女性が、物語の終盤に登場する。彼女は、駒子の妹ではないかとされるが、
その存在は幻のように曖昧であり、物語全体に非現実的な雰囲気を与える。特に、終盤の火事の場面で、陽子が窓から落下する瞬間、島村の視点から、陽子の顔が銀河に溶けていくように見えるという描写は、現実と幻想、生と死の境界が揺らぐ瞬間として、文学史上に残る名場面である。この場面は、単なる悲劇の描写ではなく、美と死が一体化する瞬間として、日本の無常感の極致を示している。また、雪国の言語は、極めて詩的であり、自然描写と人物の心情が密接に融合している。例えば、国境の長いトンネルを抜けると雪国であった、という冒頭の一文は、単なる地理的な移動を示すだけでなく、主人公が日常から非日常へと移行する心理的転換を暗示している。雪という自然現象は、物語全体に正常さと閉塞感、そして孤独をもたらす。雪は音を吸収し、世界を静寂で満たす。この静けさの中に、駒子の叫びや、島村の内なる虚無がより鮮明に浮かび上がる。川端は、こうした自然と人間の心の共鳴を、言葉の選び方やリズムによって巧みに表現する。例えば、短い文、反復、擬音語の抑制など、あえて、言葉を節約することで、読者に想像の余地を与える。このような作風は、俳句や能楽に通じる日本の伝統芸術の美学を受け継いでいる。雪国は、そうした文化的ルーツを基盤にしながらも、近代人の内面の葛藤を深くえぐる作品として、文学史にその地位を確立している。千羽鶴は、戦後の日本を背景に、伝統文化の継承と倫理の崩壊というテーマを扱った作品である。主人公の菊次は、茶道の名門の息子として生まれるが、父の死後、その世界に複雑な感情を抱いている。父は、複数の女性と関係を持ち、茶会を通じてそれらの関係を維持していた。菊次は、そうした父の生き方に引け目を感じつつも、どこかでその魅力に引き寄せられている。物語は、父の茶友だった太田夫人との出会いから始まる。彼女は、菊次の父との関係を悔やみつつも、その記憶にとらわれており、やがて菊次に対しても、父を重ねた感情を抱くようになる。この関係は、倫理的に曖昧であり、読者に不快感を与える部分もあるが、川端は、その、汚れの中にこそ、人間の本質的な弱さや美しさが宿ると見ている。茶道という儀礼的な空間の中で、人間の抑圧された欲望や、記憶の影が浮かび上がる。茶碗一つにも、過去の情感が宿るとされる。例えば、太田夫人が持ってきた篠の茶碗には、彼女自身の体温や、父との記憶が染みついているかのように感じられる。菊次がそれを使用するとき、過去と現在が交錯し、時間の境界が曖昧になる。また、太田夫人の死後、その娘の文子が登場する。彼女は母親の過ちを引き受けつつも、清らかで、菊次に対して純粋な感情を抱く。しかし、菊次は、文子への行為と、その母親との関係の記憶に挟まれ、心を揺さぶられる。このように、千羽鶴は、人間関係の連鎖と、記憶の重さをテーマにしている。過去は決して消えず、次の世代にまで影響を及ぼす。川端は、それを因縁として描き、仏教的な因果の思想を物語の骨格に据えている。さらに、千羽鶴には、戦後の日本の価値観の変容が背景として存在する。伝統的な家制度や、茶道のような形式美が、戦後の民主主義社会の中でどのように位置づけられるかという問いが、静かに提起されている。菊次は、伝統を守るべきか、それとも新しい生き方を選択すべきか、常に葛藤する。彼の逡巡は、戦後日本の知識人の精神状態を象徴しているとも言える。川端は、こうした社会的なテーマを、直接的な議論ではなく、人物の心理描写や、象徴的な物語展開を通じて表現する。例えば、物語の終盤で、文子が千羽の鶴を折って菊次に送る場面は、和解と再生の象徴として読むことができる。しかし、その希望は、どこか儚く、確かな未来を約束するものではない。このような曖昧さこそが、川端文学の特徴であり、読者に深い思索を促すのである。ことは、1962年に発表された川端の最後の大作の一つであり、京都を舞台に、双子の姉妹の運命と、伝統工芸の衰退を描く。千恵子と光子は、生まれてすぐ離れ離れになり、成長してから偶然に再会する。千恵子は、老舗の織物屋の娘として裕福な環境で育てられるが、自分の身の上に漠然とした不安を抱いている。一方、光子は、北山の杉林で働く、質素な暮らしをしている。
この二人の対比は、都市と自然、伝統と現代、贅沢と質素といった二項対立を象徴している。川端は、京都の四季の移ろいを繊細に描写し、桜、葵祭り、祇園祭り、紅葉といった行事を通じて、時間の流れと文化的継承の儚さを浮かび上がらせる。特に、千恵子が庭の杉の木の根元に、紫の片栗の花を見つけ、それが、自分と同じように、一人ぼっちで咲いていると感じる場面は、物の哀れの典型例としてよく引用される。自然の美に心を動かされ、その儚さに悲しみを覚える。この感性は、川端文学の根幹をなすものであり、ことでは、それがさらに進化している。また、千恵子と光子の再会は、血のつながりの喜びである一方で、二人の生活環境の違いゆえに、完全な融合は不可能であることも示唆される。千恵子は、光子を自分の家に引き入れたいと思うが、光子は、自分の立場をわきまえ、距離を保つ。この、近いけれど遠い関係性が、物語に静かな哀愁を与える。さらに、古刀では、西陣織や和服といった伝統工芸の衰退が、象徴的に描かれる。千恵子の父は、その技術の継承に尽力するが、若い世代の関心が薄れ、未来への不安が漂う。これは、戦後日本の急速な近代化の中で、伝統文化が置かれた立場を反映している。川端は、こうした社会的な変化を、悲観的にではなく、静かに受け止める態度をとる。文化の移ろいもまた、自然の摂理の一部であるとみなすのである。ことは、美と創出、記憶と再生というテーマを、京都という場の持つ歴史的重みの中で展開し、川端文学の集大成とも言える作品になっている。彼のノーベル賞受賞は、こうした一連の作品群が、日本独自の美意識を世界に伝えるものであったからこそ実現したと言える。川端康成は、20世紀における日本を代表する文学者の一人であり、その文学的業績は国内外で高い評価を受け、1968年に日本人として初めてノーベル文学賞を受賞した。この受賞は、日本の近代文学が国際的な文脈においても、その独自性と深みを認められた重要な転換点であった。川端の作品は、単なる物語の枠を超えて、日本の伝統的な美意識と哲学的施策の結晶として位置づけられる。特に、雪国千羽鶴ことといった代表作は、日本の文学史においても極めて重要な位置を占めており、それらを通じて展開されるテーマは、無常感、物の哀れ、そして全的な静けさといった、日本文化の根幹をなす美的感覚に深く根ざしている。彼の文体は、簡潔でありながらも極めて繊細で、情景描写の一つ一つに感情の濃密な色調が滲み出ている。例えば、雪国の冒頭、国境の長いトンネルを抜けると雪国であった、という一文は、言葉の節制と象徴性の見事な融合として、日本文学史に刻まれた名文である。この一文は、単なる地理的移動の描写にとどまらず、主人公の内面の孤独や、運命への需要、そして自然との一体化へと向かう意識の流れを暗示している。川端の文学は、西洋的な心理主義や社会的批判とは一線を画し、むしろ自然と人間の関係性、時間の流れの中での存在の儚さ、そして美の瞬間的な輝きに注目している。彼の作品に登場する登場人物たちは、しばしば感情をあらわにせず、沈黙や仕草の中に深層の真理を宿している。このような表現スタイルは、日本伝統の間の美学と密接に関連しており、言葉の隙間に意味を読み取らせるという、非常に文化的に得意な通信方法である。例えば、千羽鶴において、主人公の菊次が暴夫の愛人である太田夫人とその娘文子との間に抱く複雑な感情は、直接的な告白や葛藤の描写よりも、茶会の場面や器の描写、自然の変化といった間接的なモチーフを通じて浮かび上がる。このように、川端の叙述は、あえて明言しないことによって、読者の感受性を刺激し、作品世界への没入を促す。彼の文学における、物の哀れは、単なる感傷や悲しみではなく、万物の移ろいゆく本質に対する深い共感として理解されるべきである。ことでは、双子の姉妹千恵子と光子の再会と別離を通じて、伝統と現代、都市と自然、そして個人の運命と社会の変化が交差するようが描かれる。京都ということの風景が、桜、紅葉、雪、祭礼といった季節の移ろいとともに語られることで、時間の流れの中で人々がどれほど儚く存在しているかが静かに示される。川端は、こうした情景描写を通じて、個々の人生の短さと、それでもなお美しさを宿す瞬間の尊さを同時に描き出している。このような美的意識は、仏教的な無常観と深く結びついており、
すべての存在は生まれては消えるという世界観が、彼の作品の根底に流れている。雪国湯は、川端康成の文学的到達点の一つであり、その構成とテーマは日本美意識の集大成とも言える。物語の舞台は、北国の豪雪地帯に位置する温泉郷であり、主人公である島村は東京から繰り返し訪れる都会人である。彼は、地元の芸者である駒子と、その妹のように慕う陽子という二つの女性との間に、曖昧で複雑な関係を築いていく。しかし、この物語は、いわゆる恋愛小説の枠を超えており、むしろ人間存在の孤独と、自然との調和、対立といった哲学的な主題を静かに問いかける。駒子の情熱的な生きようは、雪国の閉ざされた環境の中で、燃え尽きんばかりの生命力を放っている。彼女は小説を読むこと、三味線を習うこと、島村への思いを抱くことなど、すべてに真剣であり、その真剣さが逆に虚しさを強調する。彼女の努力は、島村にとっては理解しがたいほどに純粋であり、同時に非合理的でもある。一方、島村は、知識人でありながらも受動的で、観察者としての立場を貫く。彼は駒子の情熱を、虚しいと評するが、その言葉の裏には、自分自身の無力感と、人生に対する虚無感が透けて見える。彼が陽子の美しさに惹かれるのも、おそらくは駒子の熱に比べて、陽子がより非現実的で、幻のように感じられるからであろう。陽子はほとんど対話を持たず、列車の窓に映る顔、雪の中を歩く姿、あるいは最終的に火事の中で消える瞬間など、視覚的な印象としてのみ読者に提示される。この描写の仕方は、川端のイメージ小説とも呼ばれる独自の叙述スタイルの典型であり、物語よりもイメージの連鎖が意味を形成していく構造になっている。例えば、陽子の目が鏡のように澄んでいるという表現は、単なる外見の描写ではなく、彼女が現実世界の汚れから隔絶された、ある種の精神性の象徴であることを示唆している。雪国における雪の描写は、単なる自然現象ではなく、物語全体を包み込む象徴として機能している。雪は、すべてを覆い、音を吸収し、色を消し、存在の輪郭をぼかす。それは、生と死、真実と幻想、記憶と現在の境界を曖昧にする力を持っている。島村が見下ろす雪原は、静寂の極地であり、同時に死のイメージでもある。しかし、その静寂の中にも、駒子の足音や陽子の声が断続的に響く。このような対比は、無常味の核心に迫るものであり、すべてが消えゆく中でも、わずかに残る美の兆しを捉えようとする川端の美学がここに凝縮されている。また、列車がトンネルを抜けて雪国に到着するという冒頭の場面は、現実から非現実、あるいはサメの世界から夢の世界への移行を象徴しているとも解釈できる。こうした象徴性の豊かさと、言葉の節制が融合することで、雪国は読者の内面に長く残る文学的体験を提供する。千羽鶴は、茶道を媒介として人間関係の微妙な葛藤と、道徳的、感情的な継承の問題を描いた作品である。主人公の菊次は、亡き父の複雑な女性関係の後遺症に巻き込まれていく。特に、父の愛人であった太田夫人と、その娘である文子との関係の中で、菊次は罪意識と魅力の狭間で揺れ動く。茶会という儀礼的な場が、物語の重要な展開点となるが、ここでは茶道具一つ一つが、過去の記憶や感情の媒体として機能している。例えば、篠の茶碗や色絵の茶碗は、単なる器ではなく、登場人物たちの関係性や内面の動きを象徴する存在である。太田夫人が使っていた色絵の茶碗を文子が菊次に渡す場面は、母の罪と記憶を娘が引き継ぎ、そしてそれを新たな関係へと移転させる象徴的な儀礼として読み取れる。この作品では、清潔と汚れの境界が常に問われる。茶道は本来、清らかさと精神性を重んじる世界であるが、菊次の周囲には、父の乱れた私生活に由来する汚れが漂っている。彼自身も、そうした汚れから完全に逃れることはできず、文子との清らかで儚い関係の中でも、過去の影が常につきまとう。文子は、母の過ちを知りつつも、菊次との間に純粋な結びつきを築こうとするが、その試みは社会的、道徳的な制約の中で次第に崩れていく。彼女が最終的に姿を消すのは、現実世界では清らかさが持続し得ないという、川端の無常味の表れである。文子の退場は、悲劇的というよりも、ある種の美的感性として描かれている。彼女は、汚れた世界に足を踏み入れることなく、清らかさのまま消えることで、逆にその美しさを永遠化している。このように、
千羽鶴は、人間関係における継承と断絶、罪と贖罪、そして美の正常性について深い思索を巡らせる作品である。茶道という日本の伝統文化を背景にしながら、現代人の内面の葛藤を鋭くえぐっている。川端は、儀礼的な行為の中に潜む感情の機微を、極めて繊細な筆致で描き出す。例えば、茶碗を手渡す時の指の動き、視線の交錯、一瞬の沈黙など、こうした微細な描写の積み重ねが、物語の重層的な意味を形成している。また、季節の移ろいも重要な要素であり、物語の終盤に近づくにつれて、夏から秋へ、そして冬へと季節が進むことで、関係の冷却と終焉が静かに示される。こうした自然の流れと人間の感情の変化が同調する点も、川端文学の特徴である。ことは、戦後日本の近代化の流れの中で、伝統的な文化がどのように変容し、あるいは消失しつつあるかを、双子の姉妹の物語を通じて描いた作品である。舞台は京都であり、ここでは町家の風景、神社の祭礼、着物の仕立て、植物の名前など、日本の伝統文化の細部が丁寧に描写される。主人公の千恵子は、商家に育てられた姉であり、妹の光子は山里で働く職工である。二人は運命的に再会し、血のつながりを意識しながらも、それぞれの生活環境の違いに直面する。千恵子の暮らす町屋は、観光地化されつつあることの一部として、伝統を形式的に保持しているが、その中で彼女の孤独は深まっていく。対照的に、光子は自然の中で素朴に生きるが、都市との距離の中に自分の居場所を見出せないでいる。この作品は、伝統と現代の対立というよりも、両者の共存の困難さを静かに問うている。例えば、千恵子が西陣の織物工房を訪れる場面では、熟練の職人たちが手作業で美しい帯を織る姿が描かれるが、その一方で、機械化の波が忍び寄っていることも暗示される。また、鞍馬の火祭りや葵祭りといった伝統行事が描写される際、それらがもはや観光資源として消費されている側面も、控えめながら指摘されている。川端は、こうした変化を批評的にではなく、悲しみを帯びた眼差しで捉える。伝統が失われようとしていることへの嘆き、そしてそれでもなお、そこに美を見出そうとする眼差しが、この作品の心臓部である。さらに、双子の存在は、同一の根源から生まれたがゆえに、互いに鏡のような関係を形成している。千恵子が都市で感じる疎外感は、光子が自然の中で感じる孤独と呼応している。二人の出会いは、別れた運命の再統合を夢見させるが、結局はそれぞれの道を歩むことになる。この結末は、悲劇というよりも、自然の摂理として受け入れられる。川端の描く美は、永遠に続くものではなく、かえってその儚さの中にこそ宿る。ことの最後に、千恵子が桜の木の下で、もう一人の自分がいる、と感じた瞬間は、血縁を超えた、存在の根源的なつながりを示唆している。このような描写は、個としての孤独と、全体との調和という、全的な思想とも通底している。川端康成の文学は、一見して静かで控えめに見えるが、その底には、生と死、存在と虚無、伝統と変化に対する深い思索が流れている。彼の作品は、読者に大声で語りかけることはないが、静かな波のように心の奥底に届く。それが、彼がノーベル文学賞を受賞した真の理由であり、現代においてもなお、多くの読者に読み継がれるゆえんである。川端康成、川端。康成は、近代日本文学を代表する作家の一人として、その繊細な文体と深い精神性で世界文学史に不滅の足跡を残した。1968年、彼は、雪国千羽鶴ことなどの代表作を通じて、ノーベル文学賞を受賞し、日本人として初めて文学部門でこの栄誉を獲得した。その受賞理由として、スウェーデンアカデミーは、優れた感覚と真摯な心情、そして日本的な美意識を巧みに織り交ぜ、現代の小説芸術に新たな地平を開いた、と評した。川端の文学は、単なる物語の展開にとどまらず、感覚の微細な描写と情緒の静筆な流れを通して、存在の根源的な孤独や美の儚さを浮き彫りにする。彼の作品は、西洋文学が重視する論理的構成や因果関係の明確さとは一線を画し、むしろ日本伝統の間や余白、そして沈黙に価値を置く美意識に基づいている。例えば、雪国における回答の一行、国境の長いトンネルを抜けると雪国であったは、簡潔でありながら、読者の意識を一瞬で異空間へと誘う。この一文は、物語の舞台設定であると同時に、登場人物の内面世界や、作品全体に漂う無常味を象徴する契機でもある。
トンネルを抜けた先にある、雪国は、現実の地理的場所である新潟県の湯沢や越後湯沢をモデルとしているが、同時にそれは精神的な隔絶空間、つまり現実から遊離した幻想の領域でもある。雪の白さ、寒さ、静けさは、人間の激情や欲望を洗い流し、存在の根源的な虚無へと導く象徴として機能する。川端の文学における美とは、常に死と隣り合わせのものとして描かれる。雪国の主人公、島村は東京の文人で、幾度も雪国を訪れ、芸者である駒子と関係を深める。駒子は情熱的で、読書や三味線の稽古に励む真摯な女性だが、その情熱は常に報われず、島村の冷めた視線の向こうに位置づけられる。彼女の努力は、雪の中に消えていくように、無意味に終わる運命にある。この構図は、単なる恋愛小説の枠を超え、人間の存在そのものの空虚さと、努力の無意味性にまで達する。特に、小説の終盤で登場する陽子の死は、この無常味を決定的に象徴する。列車の火事に巻き込まれ、落下する陽子の姿を島村は見上げるが、その瞬間、彼の頭には、銀河が逆さに流れ落ちるようだ、というイメージが浮かぶ。この描写は、死という絶対的な終焉を、逆説的に壮大な美の瞬間として描き出している。死は恐怖の対象ではなく、自然の一部として、美の極致として迎え入れられる。ここに、川端の文学が根底に置く、物の哀れ、物の哀れの美意識が顕在化する。物の哀れとは、一見すると、哀れみや悲しみを意味する言葉であるが、実は、万物の移ろいやすさに心を寄せ、その儚さに深く共感する日本の伝統的感性を指す。川端は、この感性を近代小説の形式に昇華させ、感覚的な描写を通じて、読者の心に静謐な共鳴を呼び起こす。千羽鶴は、川端康成のもう一つの代表作であり、伝統的な茶道の世界を舞台に、人間関係の複雑さと、美と罪の混在を描き出している。物語の主人公、菊次は、父の死後、父の愛人であった太田夫人とその娘文子との間に、道ならぬ感情を抱いてしまう。茶会という形式を通じて、登場人物は言葉では表せない感情の機微を交わし合う。茶碗一つをとっても、それが誰が所持していたか、誰の手を経てきたかという、歴史が重みを持つ。例えば、志野島の大田黒茶碗や、尾形光琳の志野茶碗は、単なる器ではなく、過去の恋や罪、記憶の象徴として機能する。特に、大田黒茶碗は、太田夫人の存在そのものを暗示し、菊次がそれに触れるたびに、父の影や、自分自身の罪悪感が蘇る。このように、川端は、物を通じて、真の動きを繊細に描写する。茶道という儀礼的な行為の中には、対話のない対話、接触のない触れ合いが存在する。それは、言葉では表現しきれない人間の感情の真相を、間接的に映し出す鏡となる。菊次は、文子と結婚する機会を持ちながらも、それを拒絶する。なぜなら、彼にとって文子は、母の清らかさと、母のいない世界の寂寥を同時に象徴しているからである。彼は、過去の影に囚われたまま、未来へと踏み出すことができない。この閉塞感は、戦後の日本社会における伝統と近代の断絶、個人のアイデンティティの危機と重なり合う。千羽鶴では、千羽鶴の文様が繰り返し登場する。千羽鶴は、一般的には長寿や幸福の象徴として知られるが、川端の筆によっては、逆に、呪いや宿命の象徴としても読み取れる。太田夫人の死後、菊次のもとに届けられる千羽鶴の服さは、母の愛情と罪の記憶を重ね合わせる。文子が菊次に宛てた手紙の最後に、千羽鶴の服さを包みに使いました、という一文は、彼女の複雑な心情を象徴している。彼女は菊次を愛しているが、同時に、彼と結ばれることで、母の罪の連鎖を繰り返すことになるのではないかと恐れている。このように、川端の作品では、幸福の象徴が常に不幸の予兆ともなり得る。美と悲しみ、生と死、清らかさと汚れが、一枚の絵のように重なり合っている。このような二項対立の融合は、禅の思想にも通じる。禅では、ありと無生と死は絶対的な対立ではなく、互いに依存し合うものとされる。川端の文学は、この禅的認識論を、小説という芸術形式に変換したものと言える。彼は、登場人物の内面に静かに光を当て、読者に、見ることではなく、感じることを促す。言葉の表面をなぞるのではなく、その奥にある、無言の響きを聞かせようとする。この点で、
川端の文体は詩に近く、小説というジャンルの限界を押し広げた。ことは、京都を舞台にした作品であり、双子の姉妹、千恵子と光子の再会と別離を通して、伝統的な日本の美と、現代化の波にさらされる地方都市の変容を描いている。千恵子は、商家の娘として裕福な環境で育てられるが、自分の身の上に一抹の曇りを覚えている。彼女は春の桜の下で、自分と瓜二つの少女、光子を見る。それが、自分が捨てられていたことを知る契機となる。しかし、千恵子はこの運命に対して激しく抗うことはしない。むしろ、その運命を受け入れ、静かに生きていく。彼女の内面には、常に、弱、寂や、詫びの感情が漂っている。春の桜、秋の紅葉、祇園祭の提灯、西陣の織物、こうした京都の風物は、単なる背景描写ではなく、登場人物の心情と一体化している。例えば、千恵子が川端が実際に訪れたとされる平安神宮の近くを歩く場面では、垂れ桜の花びらが風に舞い、彼女の肩に一つ落ちる。その一瞬の描写が、彼女の孤独と、美への鋭敏な感受性を凝縮して表現している。京都という都市は、時間の流れがゆっくりしているかのように感じられるが、実際には、戦後の経済成長の中で急速に近代化が進んでいた。工場の煙突、自動車の音、新建築のコンクリート、それらが、伝統の街並みを少しずつ侵食していく。千恵子と光子の関係も、この変化を象徴している。千恵子は都会的な生活に溶け込み、光子は山里で働く。二人の人生は交差するが、最終的に一つになることはない。それは、現代と伝統が完全に融合しないことのメタファーでもある。川端は京都の風景を、単なる観光的描写に終わらせない。彼の筆は、風景の奥に潜む、過去の気配を捉える。神社の鈴の音、木々の匂い、石畳の冷たさ、これらはすべて、時間の積層を示す。千恵子が西陣の工場を見学する場面では、老いた職人が手織りで帯を織る姿が描かれる。その職人の手の動きは、何百年も変わらない作法で行われており、彼自身が生きた伝統として機能している。しかし、その伝統も、次第に機械化の波に押され、後継者不足に陥っている。千恵子は、この職人の姿に父の面影を見出すが、それは同時に、自分自身の根源的な不安、自分がどこから来たのかどこへ行くのかという問いを呼び覚ます。川端は、こうした個人の内面と、社会の構造的変化を、精筆な筆致で結びつける。ことは、悲劇的な展開こそ少ないが、その静けさの奥に、深い哀愁が脈打っている。千恵子が光子に、あなたは私の分身ね、という場面は、二人の運命の分かたれ方を予感させる。分かたれた存在が、再び一つになることはない。それが、川端の世界における、無常の本質である。美は刹那に現れ、消える。愛は芽生えるが、結実しない。しかし、その未完の状態こそが、日本の美意識においては最高の完成形とされる。能楽における、幽玄俳句における、切れ字茶道における、斬新これらすべてが、川端の文学に通底する、余韻の美学と呼応している。川端康成の文学は、ノーベル文学賞受賞後も、そのスタイルとテーマに一貫性を持ち続けた。彼は、大正から昭和にかけての激動の時代を生き、関東大震災、戦争、敗戦、高度経済成長という社会の激変を目の当たりにした。しかし、彼の作品は、そうした時代の喧騒に直接応答するのではなく、むしろその騒音の隙間に潜む、静寂に耳を傾ける。彼が重視したのは、外部の出来事よりも、内面の感覚の微動であった。体温、匂い、肌触り、光の加減、こうした感覚的要素が、彼の物語の基盤を成している。例えば、雪国における雪の描写は、視覚的イメージにとどまらず、音のない静けさ、空気の冷たさ、足音の消える感触までをも含んで構成されている。読者は、単に雪が降っていると理解するのではなく、その雪の中にいることを強いられる。このような没入感は、川端が感覚のリアリズムとでも言うべき独自の文体を築いた証である。彼の文章は、印象派の絵画のように、細部の正確さよりも、全体の残像を重視する。登場人物の会話はしばしば断片的で、意味の空白が多い。しかし、その空白こそが、読者の想像力を刺激し、物語の奥深くへと誘う。これは、日本的なまんまの美学の体現であり、言葉の間にこそ真実があるという認識に根ざしている。
川端は晩年においても創作を続けたが、その内面には深い孤独と死への意識が常にあった。彼は自宅でガス自殺を遂げたが、その死の仕方も彼の文学のテーマと象徴的に重なる。遺書はなく、彼の死は静かで、言葉を必要としないものだった。まるで、彼の小説の主人公たちが抱える、言葉にできないものを、自らの死で表現したかのようである。彼の文学は、常に、終わりに向かって収束していく。しかし、その終わりは、必ずしも悲劇的ではない。雪国の終盤で、島村が銀河を仰ぐ場面は、死を、消滅としてではなく、融合として描いている。個体としての存在が終わる瞬間、宇宙の一部として再生される。これは、仏教的な輪廻観や、禅の無我の思想と通じる。川端の美意識は、西洋の古と永遠を追求する価値観とは異なり、無常こそが美の源泉であるとする。花が咲いてすぐに散るから美しい。人が出会い、別れるから切ない。その、儚さにこそ、人間の心が深く反応する。川端康成の文学は、こうした日本の伝統的美意識を、近代小説という形式に見事に融合させた。彼の作品は、時間の流れにこうのではなく、その流れに乗って、読者の心に静かな波紋を投げかける。今なお、世界中の読者に読み継がれる理由は、そこに、普遍的な孤独と、一瞬の美が、言葉の限りを尽くして、しかし言葉を超えて描かれているからである。